皆さん、こんにちは。ミヒジャパニーズポッドキャストのミヒです。今日も聞いてくれてありがとうございます。今回のテーマは、日本の4月についてお話しします。4月は日本ではとても大事な時期ですよ。学校や仕事で新しい生活が始まる季節です。日本に住んでいると、どうして4月にこんなに変化が多いのと思うことがあるかもしれません。でも、この習慣を知っておくと、日本の文化がもっとよくわかりますよ。では、早速始めましょう。さて、日本の春といえば、やっぱり桜ですね。日本全国どこに行っても、桜、満開の桜を見ると、本当に綺麗で心がワクワクしますよね。春の暖かい風に揺れる花びらを見ると、春が来たなぁ、としみじみ感じます。皆さんは今年お花見に行きましたか？それともこれから行く予定ですか？お花見は日本の春の大切なイベントですよね。桜が咲き始めると街の中が一気にピンク色に染まってとても綺麗です。まるで街全体が優しい桜色のカーテンに包まれたようです。そして心も自然と明るくなりますね。桜は新しい生活や新年度の始まりを感じさせてくれます。日本では4月から新しい学校や会社が始まるので、桜を見ると新しいスタートだと前向きな気持ちになります。そして散る時の桜もとても美しいです。儚い感じがしますが、その一瞬の美しさが特別で心に残ります。これを物のあはれと言いますね。少し寂しい気持ちになるけれど、それが桜の魅力でもあります。日本のお花見では公園や川沿いにシートを広げて、家族や友達とお弁当を食べながら桜を楽しみます。おにぎりや唐揚げ、卵焼きなど、みんなで食べるお弁当はとても美味しいですね。賑やかにおしゃべりしながら食べる時間は本当に楽しいものです。また、昼間の桜も素敵ですが、夜桜もとても綺麗です。ライトアップされた桜は昼間とは違って幻想的でロマンチックな雰囲気があります。暗い夜空に浮かぶ桜の花びらはまるで夢の中にいるようです。夜桜を見ながらのんびりと散歩するのも特別な体験ですね。最近は桜のスイーツやグッズもたくさんありますね。桜味の和菓子やケーキ、桜フレーバーのドリンクなど、期間限定のアイテムは毎年人気です。見ているだけでも楽しくて、春を感じられます。桜の花びらの形のお菓子や桜色の雑貨はお土産やプレゼントにもぴったりですね。桜をテーマにしたアクセサリーや文房具も可愛いです。春限定の商品は期間が短いのでつい今しか買えないと思ってしまいますね。それにしても日本人は本当に桜が大好きです。桜前線のニュースを毎日チェックしたり、満開のタイミングに合わせて旅行の計画を立てたりします。今年はどこで桜を見ようかなと考える時間も楽しいですよね。そして満開の桜を見た時の感動は何度見ても特別です。でも桜が散ってしまうと少し寂しい気持ちになります。もっと見ていたかったなと思いますが、その儚さも桜の魅力です。短い時間だからこそ美しく感じるのかもしれません。皆さんも今年の春はぜひ桜を楽しんでください。桜の美しい景色を見て心に残る素敵な思い出を作りましょう。新しい季節の始まりを桜と一緒に感じてみてくださいね。そして4月は新しいスタートの季節ですね。
春の訪れとともに、たくさんの人が新しい環境に飛び込んでいきます。日本では4月から新しい年度が始まるため、学校や会社ではフレッシュな顔ぶれが揃います。桜が咲き誇る中で新しいスタートを切る姿は、なんだかとても希望に満ち溢れていますよね。まずは学校から4月といえば、やっぱり入学式です。新しい制服を着て、まだ少し大きめのカバンを持って、期待と不安が入り混じった表情で校門をくぐる新入生たち。校庭には満開の桜が咲き誇り、そんなピンク色のトンネルをくぐって新しい教室に向かいます。入学式では校長先生の話を聞いたり、在校生の歓迎の言葉を聞いたりして、ちょっと緊張気味の、新入生たち。でも、式が終わってクラスに戻ると、クラスメートと初めての自己紹介タイムが始まります。よろしくお願いします。と元気よく挨拶する子もいれば、少し恥ずかしそうに名前を言う子もいますよね。初めて会うクラスメート、初めての先生との出会いにドキドキしながらも、これからどんな学校生活が待っているのかなとワクワクしているはずです。友達ができるかな？授業は難しいかな？部活には入るべきかな？そんな様々な気持ちを抱えつつ、これから始まる新しい毎日に胸を膨らませています。入学式が終わったら、家族と一緒に写真を撮ったり、お祝いの食事を楽しんだりと、家族全員で喜びを分かち合います。一方で、社会人として新しいスタートを切る人たちもたくさんいますね。特に新卒社員にとって4月1日は社会人としての第一歩を踏み出す日です。フレッシュなスーツを着て、ピカピカの革靴を履き、少し緊張しながらも背筋を伸ばして会社に向かいます。朝の通勤ラッシュは予想以上に大変で、満員電車に揺られながら、これが社会人の現実かと感じる人も多いのではないでしょうか。入社式では社長や先輩社員から歓迎の言葉をもらい、会社の理念やルールを学びます。そしてその後にはビジネスマナー研修が待っています。名刺交換の練習や電話対応の仕方、正しい敬語の使い方など、覚えることがたくさんあって、頭がパンクしそうになりますよね。でも、これからこの会社で頑張っていくんだという気持ちで、一生懸命に学ぶ姿が印象的です。初めてのデスクでパソコンを立ち上げたり、同期と話し合ったりして、少しずつ環境に慣れていきます。もちろん、最初の1ヶ月は特に大変です。新しい環境に慣れるまでは緊張が続き、失敗して落ち込むこともあります。でも、最初の1ヶ月が大事と言われるように、このスタートダッシュがその後の生活を左右すると言っても過言ではありません。最初は覚えることが多くて大変でも、一歩一歩慣れていくことで自信がついてきます。そして頑張った分だけ成長を感じられるのもこの時期ならではです。学生も社会人も新しい環境に飛び込むことは勇気がいりますが、その分新しい発見や成長が待っています。あの時頑張ってよかったと思える日が必ず来るので、焦らず自分のペースで頑張っていきましょう。あと4月に日本に来た留学生の皆さん、日本の春楽しんでいますか？日本に初めて来た方にとって4月は新生活のスタートであり、新しい環境に慣れるためのとても大切な時期ですよね。初めて見る満開の桜や新しい
街並み、そして日本独特の文化にきっとワクワクしている方も多いのではないでしょうか。ただ、新しい生活には楽しさと同時に不安もありますよね。特に4月の日本は天気が変わりやすく、日中は暖かくても朝晩は冷えることが多いです。服装選びに少し悩むかもしれませんが、重ね着が便利ですよ。薄手のジャケットやカーディガンを用意しておくと安心です。また、新生活の準備もたくさんあります。住む場所、探し、役所での手続き、銀行口座の開設など、日本に来てすぐにやるべきことがたくさん。スマホの契約や交通 IC カードの準備も欠かせません。これらの手続きは初めてだと少し難しいかもしれませんが、サポートセンターや友達、先輩に相談するとスムーズに進められますよ。そして、アルバイトを始めたいと考えている方も多いかもしれませんね。日本のアルバイトでは、時間に正確であることや丁寧な接客が求められます。最初は緊張するかもしれませんが、経験を積めば自信もついてきますし、日本語の勉強にもなります。働きながら日本語を使う機会はとても貴重です。もちろん、新生活には楽しいこともたくさんあります。日本の春は本当に過ごしやすい季節です。暖かい日差しの中でお散歩をしたり、友達と一緒にピクニックをしたり、公園や川沿いでお花見を楽しんだりするのがおすすめです。桜の下でお弁当を食べながらのんびり過ごす時間は特別な思い出になるはずです。ただし、花粉症には要注意です。日本の春は杉。花粉が多く、花粉症の人には少し辛い季節かもしれません。マスクや目薬、飲み薬を早めに準備しておくと安心ですよ。そして、春ならではの食べ物もぜひ楽しんでください。桜餅やいちごのスイーツ、春野菜を使った料理など、季節限定の美味しいものがたくさんあります。旅行に出かけるなら、京都や奈良、富士山、周辺などがおすすめです。日本の伝統的な景色と春の自然を一度に楽しめますよ。新しい環境に慣れるのは大変かもしれませんが、焦らず少しずつ自分のペースで楽しんでくださいね。日本の春を満喫して素敵な思い出を作りましょう。日本の春は新しい出会いがあったり、何か新しいことに挑戦してみたくなったり、そして何より美しい自然がいっぱいの特別な季節です。新しい生活を始める人も、春をゆっくり楽しむ人も、それぞれのペースで素敵な春を過ごしてくださいね。じゃあ、最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。今日の話いかがでしたでしょうか。皆さんの率直な感想をぜひコメントで教えてくださいね。面白かった、勉強になった、共感したなど、どんなことでも構いません。もし何か新しいことを始めたら、それもぜひシェアしてください。皆さんの声がこれからのポッドキャスト作りの大きな励みになります。それでは今日はここまでです。いつもありがとうございます。お疲れ様でした。また次回お会いしましょう。